皆さんこんにちは、月宮姫奈です。世界一周コーヒーの旅、ラオス編です。ラオスは生産について知ることを目的としていきました。まず一つ目は木豆が私たちの元に届くまでにどんな過程を踏んで私たちの元に届いているのかを知りたくていきました。二つ目は味について学ぼうと思っていきました。どんな風に作られていて、どんなものが味の要素を作っているのかとか、そういう部分を勉強しに行ってきます。3つ目は私たちホワイトモンキーは一人でも多くの人の明日を生きる活力になりたいっていう気持ちでこのコーヒー屋さんをやっています。でその一人でも多くの人の中にはもちろん生産者さんも入っています。その生産者さんたちが、何が彼らにとって幸せなのかとか、私たちはそのインフューズドコーヒーが農園を救えるっていうふうに思ってるんですけど、本当にそうなのかどうかとかちゃんとお話を聞いて、来ようと思っております。彼らにとっての明日を生きる活力の話もちゃんと聞いていきたいなって思っています。そんな感じでいろいろ聞いていきたいと思っています。というか聞いてきたので見てきたので、いろいろ動画を見ながら答え合わせを一緒にしていきましょう。じゃあどうぞ。まずこの旅はですね、こちらのソンパイさんっていう方に一緒に回ってもらって通訳をしてもらいながらツアーを組んでもらってね、いろんな農園を回ってきました。本当に様々ですまず1人目の農家さんはテューさん。最初に農家さん工場なのかなにお邪魔したらコーヒーをもてなしてくれて、日本人はティピカ好きだよねって言いながら、そのティピカっていう種類のコーヒーがあるんですけど、好きだよねって言いながらコーヒーをもてなしてくれました。でこのコーヒーが本当に美味しくて私の表情を見たら分かると思います。みんなで美味しいねって言いながらコーヒーを飲んでました。でラオスの豆って結構特徴があるというか飲みにくいっていうイメージだったんですね。なんですけど本当一番最初の最初で美味しいコーヒーめちゃくちゃ美味しいじゃんってなって、でもう一番最初の最初でコーヒー買えないのかどうかっていう話になったんですね。買えないのかというか今売っているコーヒーないのかなっていう話をしたら実際にあったので見せてもらいました。これが脱穀する前の木豆ですね。コーヒーには大きくアラビカ種とロブスタ種っていうこの2種類のコーヒーがあるんですけど、品種があるんですけど、コーヒー豆こうやってコーヒー豆を見せてもらって、もうそのままコーヒー豆を食べて、でこれにしようとか言って美味しいよ決めました。これくださいコーヒー豆を2キロ買ったら実際に目の前で焙煎まで脱穀して焙煎までするよって言ってくれて、でみんなでその、伝統的な昔ながらの脱穀の仕方を一緒に体験させてもらいました。めちゃくちゃいい経験だった。もうこれ本当に重いんですよ。これすぐ私誰か助けてってなったまあね、とはいえそもそも脱穀とは何なのかっていう話を現地にいる姫奈さんが一生懸命説明してるのでちょっと聞いてみてください。コーヒーの豆ってこうやって赤い実なんですよ。最初この実を最初取るんですよ。ピリってでこの種が出てくるんですけど、これを乾燥させた状態なのがこれなんですよ。でこれをさっきみたいにつくことによってここにあるパーチメントっていうんですけど、皮を全部こうやって剥くんです。見るかな。でこの中でこの中に
しているものが、これが木豆。この木豆を焙煎して飲みます。そのパーチメントを取ってる作業をしてました。わかりましたか？伝わりましたか？まあね、その後 Q さんが脱穀をやってくれたんですけど、さすがにプロでしたね。めちゃくちゃちゃんと全部皮が取れてるんですよ。外の部分を取ったものをこのザルに入れて、でこのパーチメントの部分を全部取っていく、選別していく作業をします。そうすると私たちが焙煎をする前の木豆、生豆が出てきます。これを焙煎してもらうっていう感じですね。でこのように焙煎してもらいました。めちゃくちゃ大きい焙煎機が途中で出てきてびっくりしました。ここでね、焙煎をしている間にちょっと説明を。一つ目の問いだった木豆が私たちの元に届くまでにどんな工程を経て私たちの元に届いているのかっていう問いがあったと思うんですけど、今の過程ですね。まず1、生産者さんが豆を栽培する、作るです。で2、今みたいな加工をする。この加工は今その伝統的な昔ながらのやり方でもう手作業でやってるんですけど、もっと大きい工場とかに農家さんがいて、農家さんのところから他の工場とか、農協さんのところとかに持って行って加工をしてもらうとかっていうこともやるので、結構大きい機械を使って選別したりとかもしています。でその後に輸送をして、その輸送っていうのも飛行機ではなくて、もう豆はコーヒーの豆は基本的に全部回路を使って、輸送されます。すごい高級豆だけは飛行機で飛ばすこともあるみたいです。で私たちの元に届いて、私たちが焙煎をする。で最後に、提供するっていうような流れですね。なんか実際に知識としては知っていたんですけど、こうやって、体験させてもらってものすごく身に染みて、こんな風にしてコーヒー豆ってできていくんだなっていうことを知りました。すごくいい経験でした。じゃあ次行こうと思います。Q さんの農園のコーヒー豆をゲットしました。これをみんなで一緒に飲めるようなイベントをできたらいいなと思っているので、よかったらこれも楽しみにしていてください。これ概要欄に書けたらいいなって思ってます。間に合ってるといいな。間に合ってる私が実際に作ったコーヒー豆をこうやって一個一個手で詰めていきました、パックに。Q さんがめちゃくちゃいい方で、ちゃんと丁寧に手伝ってくれて、教えてくれて、いろいろやってくださったので、すごいいい経験ができました。これはちょっとした余談なんですけど、ラオスではコーヒーの収穫をするタイミングでは子どもたちが学校を休んででも収穫の手伝いをするみたいですよ。はい、そんな感じで、一つ目の農家さんはQさんの、農園というか工場に行ってきました。そして次に行ってみようと思います。ラオス2つ目の訪問はシスさんという方が開催している、カッピング会に参加してきました。カッピングとはコーヒーの品質を同じ条件下で比べることによって評価をするようなことを指します。今回は全部で8種類のコーヒー豆を味を比べてきました。ここで、2つ目の答えにもなるんですけど、コーヒーの味の要素についてちょっと学んできました。コーヒーの味の要素っていろいろあるんですよ。1個はテロワールって言って、その土地とか環境とか、土壌によっての、特徴みたいなもの
が一つ、例えばラオスだったらこういう味の特徴があって、エチオピアだったらこういう味の特徴があってとか、そういうものがあります。そしてもう一つ、2つ目はどうやって実を取るのか。例えば、赤い実を取るのとまだ青い実を取るのとでは全然味が変わってくるので、そういうものがあります。そして3つ目は肥料によって全然味が変わってきたりとか。4つ目が、シェードツリーって言って、ちょっと影を作ってあげることによって、1個は湿度を保ってあげること、農園ので、もう一つが、直射日光、ものすごい光が当たりすぎないようにしてあげることとかがこう役割としてあるんですけど、それらももっともっといろんなことによって味の要素って生まれるんですけど、こうやってカッピングをすることによっていろんな味のお勉強をしてきました。これはなんか一つ一つ一緒にやるのが面白いと思うので、なんかどこかのタイミングでいつかカッピング会みたいなのもできたらいいなって思います。一個私がすごくびっくりした話なんですけど、これはラオスに行く前に、聞いてた話なんですけど、生産者さんってコーヒーを飲まない人もいるっていうのを聞いたことがあって、もう本当に作って、とにかく作ってっていう感じで、初めてコーヒーを飲んだ人がこんな飲み物なのみたいな感じになるみたいなのを聞いたことがあったので、味について意外と無頓着というか、あんまりこだわってないのかなっていうのをすごい思っていたんですね。でもこのカッピング会に参加してるのってラオスのコーヒー農家さんたちなんですよ。つまり美味しいコーヒーを作ろうとしているなんかこのムーブメントがラオスの中ですごいできているんだなっていうのをすごく知れて、めちゃくちゃいい経験でした。参加させてもらって本当に良かったです。1日目最後に訪れたのはこのパクソンハイランドっていうラオスのコーヒー農園のテーマパークみたいな場所に行ってきました。これ一面に広がってるのは全部コーヒー農園、コーヒーの木なんですよ。でそのパクソンハイランドに併設されているカフェがあって、これがめちゃくちゃ美味しいのすごい美味しいコーヒーをいただいて、で店員さんもねすごいいい方で、それで米粉のケーキかな、美味しいケーキも一緒にいただいて、楽しい一日を終えました。はい、そんな感じで1日目終わりです。続きは次